んにちは。ちょっとさ、今日なんか湿気がすごくて髪の毛がチリチリ。前回と似た服ですよね。ちょっと違うんですけど、なんかひらひらがついてて見えないけど、下はパジャマです。こういうね、買い物の仕方をしちゃうんですよね、私。なんか似たような服を買っちゃいがちで、今日もお話ししていこうと思うんですけど、なんか最近見てくださる方がちょっとずつ増えてきて、ありがとうございます。嬉しいです。コメントもいいねもチャンネル登録も見てくださるのも本当に嬉しくてありがとうございます。コメント見てたら結構なんかすごいわかりますっていうコメントとかもいっぱいあって、なのでなんか結構私と似た考えとか似た性格の方も多いのかなと思って、今回もこれはみんなどうだろうっていうことで今回は私の苦手なことについてお話ししていきたいと思います。今まで生きてきてすごい苦手だなと思ったことをお話していきたいと思います。一つ目はグループワークです。小学生ぐらいからなんかちょくちょくやらされてきた記憶があるんですけど、本当に苦手で、特にねその苦手だなって感じたのが就活の時と、新卒での研修の時なんですけど、だいたい議題があって、それについてグループで話し合ってチームとしての意見をなんかまとめて最後発表するみたいな感じのが多いのかなって思うんですけど、もう本当に毎回何の意見も出てこなくて、みんなが話し合ってるのを聞くしかできなくって、身動きが取れなくなるんですよ、グループワークって。でね、新卒の時の研修で6人ぐらいだったかな、6人1チームで1ヶ月ぐらいそのチームでなんかずっと研修をするみたいなのがあったんですね。その6人が同じ会社の社員っていう設定でいろいろ考えて、でなんか講師の先生のところに行ってなんか提案をするみたいな、そういうグループワークだったんですけど、もう本当に何もできなくって、みんなが話し合ってるのを聞きながらなんか聞いてるふりしてメモを取るみたいなことしかできなかったんですね。本当にやばいなと思って、毎日嫌だなって思いながらね研修行ってたんですけど、で最後にそのチームでの研修が終わった時になんかみんなでお互いにいいところを伝え合うみたいな時間があって、でみんなねそれぞれねなんか何々さんはこういうところが良くてってすごい助かりましたみたいな話をするんだけど、私本当に何もしなかったんで、みんなにゆいさんはゆいさんとは言われてないですけどね、名字でゆいさんは傾聴力がすごいあってっていうのをもうみんなに言われたんですよ。それしか言われなくて、傾聴力ってわかりますか？なんかここにメモしてあるんですけど、相手の話に真剣に耳を傾けて理解しようとすることみたいな感じなんですけど、傾聴力って私が本当に必死になんかメモを取りながら聞くしかしてなかったから、みんな私のいいところを書けなくって全員がゆいさんは傾聴力がすごいあって、メモもすごいね一番通ってて、すごい話を聞いてくれて真剣にやってるんだなって伝わりましたみたいな感じのことを全員に言われて、全員のコメントに傾聴力入ってたんですよ。それ聞きながら本当になんか気を使わせてごめんなさいと思って、みんな優しかったのでね、お前もっと喋れよみたいなことは言われずに平和に終わったんですけど、すごいそれは助けられたんですけど、本当に気まずかったです。就活の時とかもできるだけグループワークがない就活のところをね、会社をね選んでたんですけど、会社説明会に行ったら急にねグループワークみたいなのをしろって言われた会社とかもありまして、本当に大焦りでね、そこでもまたなんか全然話せなくて、なんかそのちょっと話すのが得意そうな子に気使われて、ゆいさん大丈夫ですか、なんかありますかって言われて、なんか気使ってくださるのは嬉しいんだけどさ、もうなんもないから振らないでって思いながらもう覚えてないんですけど、何かしら振り絞って発言したみたいな、そういうこともありました。本当に恥ずかしい。それがまず苦手なこと1つ目で、2つ目が電話です。
電話は本当に苦手で、かけるのもかかってくるのもどっちも苦手なんですけど、まずかかってくるのはもう何の要件かわからないからすごい緊張するんですよね。悪いことだったらどうしようとかね。だからもう一旦文でね見たいんですよ。メールとかね LINE とかで送ってほしい。一旦かけるのも苦手で、最初なんて言えばいいのか分かんなくて、電話かけるときはね、最初に言うことをなんかバーってメモとかに書いて、それを読み上げながら電話したりします。本当にね苦手。最初の文はさ準備してるから大丈夫だとしてもさ、なんか質問されたらさ、それがなんか何のことか分かんなかったらさ焦るし、対面とは違う緊張感があるっていうか、対面でね話すのだったらまだ大丈夫なんですけど、なんか電話ってすごい緊張します。あと一番嫌なのは会社での電話の取り次ぎ。自分がよくやり取りする人だったら覚えてるけど、他の方とさやり取りされてる方はさ、私全然知らないからさ、まず名前聞き取るのも大変だし、要件とかもちょっと言われたりしたら、もうそのさ何のこと言ってるか分かんないじゃないですか。だからメモを取ってもなんか何のことか分かんないし、その取り次ぎ相手に正しく伝えるのが難しくて、もう本当にねもう大焦りしちゃうんですよね。本当に苦手です。3つ目が4人以上での集まりです。なんかご飯行くとか集まって話すとか飲み会とかそういうのが苦手ですね。2人なら大丈夫なんですけど、3人もちょっと怪しくて、本当に仲いい3人だったら大丈夫。4人以上になってくるともう結構やばいですね。大人数の飲み会とか本当にダメですね。本当になんか話せなくなるんですよ。なんだろうな、この感覚。なんかわかりますかなんか言葉が出てこなくなるんですよね。これ何なんですかね。話そうとしても話せないみたいな、なんか不思議な感覚に陥っちゃって、なんかもう何にもできなくなっちゃって、なんかもう大体4人以上の集まりだともうなんか相槌打つしかできなくて5人以上の集まりで普通に話せるなっていうのは、高校の部活一緒だった5人くらいで、もうだいぶ慣れてるので、3年間ほぼほぼ毎日一緒に部活してたので、2人とかよりは話しにくいなっていうのはあるんですけど、だいぶ普通に話せるっていう感じで、それ以外はもう本当にダメですね。いないも同然みたいな感じでいるっていう感じです。で、あと4つ目は人とたくさん会うことです。人とたくさん会うとか、なんか遊びの予定をいっぱい入れるみたいなことですかね。なんか土日毎週誰かと会って遊ぶみたいなのが難しいですね。月1で結構限界かもやばいですよね。ちょっとなんか大丈夫かな、惹かれないかな。全然友達のことは好きなんですけど、なんかやっぱり一人の時間が必要で、なんかやっぱ私仕事をするのが結構気持ち的にしんどいところがあるので、なんかいろんな人とね関わっててすごい疲れるんですよね。なので平日もすんごい疲れてるので、平日仕事終わってからとか、土日とか遊ぶ元気がないっていうか、なんかもう脳みそが働かないっていうか、エネルギーがないっていうか、もう一刻も早くベッドに入って一人で休みたいっていう気持ちがね強すぎて、人とたくさん会うのが苦手ですね。毎週のように友達と会ってそれで元気が出るっていう人もいるじゃないですか。もう私と全然違うタイプだから不思議です。本当に人と連絡を取るのも苦手ですね。仕事の連絡だったらちゃんとするんですけど、友達とかとずっと毎日のように LINE したりとかも苦手です。5つ目は目標設定です。これはどういう時に感じたかっていうと、正社員、なんか新入社員の時に3ヶ月に1回くらいなんか目標を書かなきゃいけないやつがあって、入社してから5年ぐらいはそれやって、5年経った後もなんか半年に1回ぐらいそういうの書かなきゃいけないみたいな、どこの会社でもあるんですかね。そういうのがあって、今期自分がなんかできたこと、達成したことと、次からこれを目標にしてやるみたいなことを書かなきゃいけないんですけど、本当に書けなくって、あんま仕事に興味がないからっていうのもあるんですけど、何も思い浮かばなくて、振り返って自分ができたことを書くっていうのも苦手で、これで
いいのかなみたいな、こんなん書いていいのかなみたいなも思うし、その目標に関しては本当に思い浮かばなくて書けないみたいな、本当にね悩みすぎてずっとそのね目標書くやつをねやってたんですよ。そしたら隣の席の先輩になんかずっとそれやってない？ 2 日ぐらいやってるよね、ちゃちゃっと決めちゃいなって言われてちゃちゃっと決めれないんだよなと思って、やっぱちゃちゃっと決めれる人は、ちゃちゃっと決めれるんだと思って、なんか私なんでできないんだろうなって思いましたね、その時になんか人生においても目標設定苦手ですね。皆さんってなんか人生において目標設定とかってしてるんですかね？私全然してなくって、なんか今で精一杯っていう感じなんですけど本当にね今を生きるのは精一杯なんですよ。今日起きて一日仕事をしたことをなんか褒めてほしいぐらいすごいギリギリなラインで生きてるというか、病んでるわけじゃないですよ。なんかまあオタクもしててさ、趣味のこともやってるんだから元気じゃんみたいに思われるかもしれないんですけど、いや、まあ、元気なんですけど病んでないんですけど、なんて言うんだろうな、その結構ギリギリを生きてるというか、お金とかそういう問題じゃなくてなんか精神的な問題なんですけど、なんか将来のこととかを考えられるようななんか余裕がある精神状態じゃないというか、今日を生きるのが精一杯なんですよね。そう、なんか病んでるわけじゃないけど精一杯みたいな、なんかこの感覚わかりますか？そうなので目標設定とかなんか先のことを見て考えるっていうのが苦手です。はい、あと次、これはなんかちっちゃいことなんですけど使ったものを元に戻すことが苦手です。物を使ってまたすぐ使うかもしれないし、なんか戻すのもめんどくさいっていうのもあって、なんか使ったとこにポンって置いちゃって、でそれを繰り返してすごい部屋が汚くなりがちなので、すごいこれ直したいなと思ってるんですけど、やっぱね2日ぐらいは続くんですけど、すぐなんかもう無意識のうちに置きっぱなしにしちゃって部屋が大変なことになります。本当に直したいけど直らない、こんな感じで私の今まで生きてきて苦手だなと感じていることでした。どうでしょうか？同じようなことを苦手だと思ってる方いますでしょうか？なんかやっぱ私の場合ほとんどがコミュニケーションに関することなんですよね。目標設定と使ったものを元に戻す以外全部コミュニケーションですよね。コミュニケーションが苦手なんですよね。これはねどうしたもんですかねもうさ、この年数生きてきたらなんか直せるもんでもないのかなって思ってて、性格というかどうしてもなんかちょっとは苦手意識持っちゃう。なんでまあずっと付き合っていかなきゃいけないのかなと思ってるんですけど、皆さんはどうでしょうか？同じっていう方とか、私の苦手なことはこれですとか教えてください。見てくださってありがとうございました。バイバイ。